赤身はカツオですね。はい。で白いのは水ダコです。白アマダイの昆布締めですね。あと青柳とタコの隣に吸盤があるんですけど、はい。それは一回昆布締めにして炙ってありますね。カウンターよりがテーブルの方が多いので、1人前ドンって出さない。お客さんの進捗に合わせて出すんで、それで器を並べて早い人はパックでも作りの人は1時間ですとかって。お客さんからの目線もそうだし、大将とか板前さんの目線からも全部見渡せる感じの設計になってるから、そういうことです。お客さんに合わせて結構はい融通が利くっていう、ちゃんと考えられた空間になってるわけです。油味濃いじゃないですか。でもシャリね結構すっきりめにしてるんですよ。だから飲み込んだ時にあんまり味残んないですよ。やっぱ1貫目の一番お腹空いてる時の蛇腹のこのもうインパクトでも全然コテコテしすぎてないというか、やっぱりね東京って言ったらマグロじゃないですか。でもシャリが合ってるというか、これ赤じゃないですよね。あんまコテコテの赤じゃないですよ。じゃないです。でも赤を3種類入れます。理由としては要は味付けというより見た目、はい。ポン酢みたいな薄い茶色のと透明な赤ずきなんです。それで酢のコクを足して、であと米酢も入れて酸味出して、塩は入れるんだけど砂糖とかね。いや美味しいっす。お作りも美味しかったんですけど、このシャリが入った時の寿司屋に来たぞ今から始まるぞっていうこのギアが、自分のテンションがすごい今上がってます。佐賀ですかこれ。なんか独特のこの色気といいますか。何日ぐらいいるんですか。3日。3日から4日かな。こなれてますね。そうするとこれ塩もね40分ぐらい強めにして酢も15、6本ぐらい。それ初日にやるじゃないですか。そっからもう置いとくだけなんですか。水切ったりとかね。本当大人の小肌って感じがしました。すっきりする。多分他とちょっとそこは違うと思う。いやでもやっぱこの佐賀の香り好み分かれると思うんですけど、すごい美味しいです。まあ好みあるんだけど、でもね佐賀の小肌が一番脂も乗ってるし皮も柔らかいし、いいと思いますよ。美味しいです。ありがとうございます。1貫目で大トロ行って、はい2貫目で小肌っていう寿司屋の表と裏の4番バッターからスタートするっていうのはたまらないですね、寿司好きからすると。後味すっきりでさしてるから。全然はいそうなんですよ。はい、重くない。それが一番ね僕大事だと思ってて、いろんなものを出すよね。はいはい。基本的に味が残っちゃいけないんですよ。そこがね一番。包丁の切れ目がちょうど歯に入っていくというか、サクサク食べれる。美味しい。見た目以上に食感がすごい肉厚で。下駄も東京駅の丸の内の、作ってもらいました。素敵ですね。観光で来られる方もいいし、出張とかの方もいいし、海外の方もいいし、もちろん都内にお住まいの方もなんかこう東京駅でお寿司食べてるっていうなんか贅沢感とか秘密な感じもあるなと思って、でデートとか大事な会食だったら個室もあって、もちろんカウンターでこうやって気さくに楽しめてっていう、なんか本当懐がすごい広いお店だなって思ったんで。これも島味も漬けにします。漬け方が特色ですね。さっとさっと塗る感じなんですね。
これはね1週間でも身にしまってるでしょ。でも締まってるけどしっとり感もあってでそれは漬けの子すごい品がいいですね。で柔らかいから味広がるでしょ。僕は全開でやるんですよ。前回でパッとそうで固まもう閉まったからだからら今みたいに外はあれだけど中は柔らかい。貝って火入れがすごい大事ですよね。難しいですよね。一番大事な火入れです。そのまま食べるのも美味しいんだけど特にミル貝って炙った方がうまいと思う。ずっと噛んでたい。茹で置きスタイルですね。甘い。僕はね家でちゃんとやりたいんだけどなかなかねこの箱だとねだから一番最初に仕込みやりますよ。あ、でも甘いですね、エビ。バンバン生きてるのすぐやるから一番最初の仕込みですから、寿司屋青柳さんは、はい行きたいってなったら予約はどうやったらできますか？まあ、基本的には電話ですね。電話予約、あとは一級サイトからの予約。ただ一級サイトの場合はメニュー指定になっちゃうんで、はいまあどちらかというと電話の方が、確実。あとその席のどうしても空いてる空いてないとかのその場で当日とかなるとやっぱり電話の方がいいかなと思います。でコースはコースはいくつか握りのコースがまあ一応2、3種類。それと懐石もやってるんでそれは握りが多かったり刺身を入れたりとかでまあ大体5種類ぐらいあるんですけどあとはそれもやりながらお好みを任せてやるっていう完全にお好みとかでも大丈夫ですか？大丈夫です電話で席だけ予約して大丈夫コースの場合だと一番その安いものから一番最上級のものまででいうとどれぐらいの価格帯の幅が？握りだと昼でお世話になってるのね夜のマックスで言うと3万3万の懐石まあメインどころはここかなこの2万円コースあたりが懐石は一般的に多いかな。これはカウンターでもテーブルでも個室でもどちらでもでも懐石になるとどっちかっていうとお寿司のボリュームっていうよりはお料理系がですねハッスンとか、はいほんと日本料理とお寿司がちょっと出るみたいな感じなんですね。プラスでもお寿司食べたい人用に10貫っていうのも設定はしてますであとはもう本当その日のおすすめのネタをもうちょっと食べたいんだけどって言えば、もう大将がもう見繕ってくれるっていう、で逆にねお作りいらないから握りくださいとかもう別にやるしそれすごいありがたいですね。なかなか今そういうお店ってやっぱない。ない今日の出していただいたのでベースのコースと、まあ、プラス多分お好みだったと思うんですけどいやもう今日はねお任せみたいな感じかな。本当ですか？美味しい。なんかこれはあっさりだな。
すごいです。でこれだけ薄く切ってるように見えて一個一個の一切れが噛み応えがある。そうだから要は繊維が粗いんですよ。だから薄く切る理由も一つかな。また煮たりクジラとかイワシクジラとちょっと油の感じがなんか違いますね。哺乳類だからこの油がミルクの香りというか乳の香りがするというか。寿司でもこれ肉ね。肉ですね。そう肉一言で言うと肉。野生的ですよね。青と白の緑と白のネギがいい仕事してる。噛んだ時のガツンってこうインパクトがやっぱり相当強いです。めちゃくちゃ美味しいです。寿司屋のハーゲンダッツやっぱこのひんやり感がまたこれもステーキですね。イワシのステーキ。イワシのシャトーブリアンですね。でねこれも結構塩して臭み抜いてるからイワシっぽくないよね。ぽくない。うん。あんま分かんない。肉々しいですね。そうでも後味筋目にしてるんで、だから筋目にしてる理由が後味すっきりさせたいってことです。さっぱり。はい、油乗っててもね。穴子のお布団ですね。高級ベッド。もちろん全部美味しかったし、やっぱ最初大トロから始まってで小肌で仕事のあるネタが来て自分の好みを聞いてくださったんでタコとか貝とか食感系の素材そのもののネタも出したり、でもその素材のネタもちょっと味付けを大根おろしとあえたりとかいろいろ炙ったりとか、やっぱり本当に大将の長年の臨機応変の引き出しがもうすごいな。お客さんもこう見渡せるから反応見ながらその場その場でこうヒューマンメイドでおもてなししてくれるっていうのは、その時のシチュエーションとかによっても違うと思いますし、めちゃくちゃ楽しませていただいたので、すごいなんか笑顔になれた。いやありがとうございます。ニヤニヤが止まらなくてまだまだ全然食べれそうっていう感じだったんで。小肌は、いつも三つ編みパターンで出されるんですか？いろいろです。型の小さい時は重ねて、1枚で出したり、あとは普通に包丁入れたりとか、逆に大きい小肌周りカットして厚い状態でこのぐらいの大きさまで切ってクロスに包丁入れるんですよ。表肩裏肩、裏も入れるんですか？両方でカラコ入れるとグズグズになるんですよ。だったら試しにそれで食べてみます？いいんですか？これを例えばこう入れるでしょ。裏に入れるんだ。そう、それと今度これに対してこっちに、そうすると要するにクロスしてるから、まあ蛇腹みたいな感じで、そうするとねすごい軽い。ちょっと確かにこう見るとでかいですね。その小肌の、今日の今の1貫目とこの2貫目っていうのは、仕入れ日が違いますか？それとも仕入れ日が違うから答えが違う。全然違う。全然違う。味もそうなんだけど食感がまた違いますね。締めてからの日数も違いますか？いや1日でしょ。1貫目の方がいい意味で個性があったというか、もちろんすだちが強い。さっぱり油でもありますね。舌に油が残る。仕
こにはこれはおろして骨抜いて、で塩をしてから脱塩して、で油脂もしてから甘酢につけるんですけど、はい、甘酢の中にすだちを入れると。ですだちを入れて出来上がったらまた2日ぐらい寝かせるかな。その甘酢の中にすだちを絞るんですか？絞ってすだち炒め入れちゃう。へーその絞ったものも入れて混ぜる。甘酢っていうのはお砂糖とお酢をご自身で作られた？そう、その時のだから量によって、あとは自分で味見て。いや本当カスゴってお水分抜いて昆布当てたりとかしっかり締めることもあれば、すごいみずみずしいのもあればっていうでもどっちかというとパサパサしたんですよね。うん、僕はね、どっちかというとしっとりしたから味のないものだから、味があるような味付けだけじゃなくてタイの味というかって思うような意外性でちょっとね気持ち濃いめに、だから他と違って味が意外としっかりしてたと思う。そのギャップがあったかもしれないですよね。3カ目ぐらいからジュワッて一気に甘酢とすだちの甘酸っぱいなんか爽やかな甘さうまみみたいなものがブワッて広がって、しっとり系かなと思ったんですけど、その後にみずみずしくなるっていうのがすごいなんか不思議な、これどうやって仕込んでるんだろうって思わされたんで、ものがやっぱり、ね、皮が薄いのが大きいのかな。大きいやつも使うんだけど、やっぱこれぐらいの大きさの方がいいのかもしれないですね。寿司青柳さんのこだわってらっしゃることとか大切にされてることってどんなことですか？お客さんに喜んでもらって、でもう一回来てもらおうかなと思ってもらうために何ができるかってことだけですからね。その中の料理でありサービスであるというのは、まあ、今までもそうしこれからもって考えてます。最初こう雰囲気的には緩い結構緩い厳しいというか、あーちょっといい意味で店のね緊張感のあるお店なのかなってうん勝手に思ってたんですけど、ゆるゆるでしょ。実際来てみたらそうすごい気さくにいろいろ対応してくださるんで、で特にカウンターだとこうやってはい会話楽しみながらはいこう話す中で、その自分の要は好きなネタとかも臨機応変に出してくださったので、すごいありがたいお店だなっていう。東京駅丸の内出てホテルに入ってって2階ですごい素敵なアプローチがあって、この空間なんでなんか非日常を今日満喫できて、なんか時間も忘れてすごいいい思いさせていただいて、若い方から大人の方まで世代問わずすごい贅沢な時間をこう楽しませていただけるお店なのかなって勝手に思ったので、ありがとうございます。またぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、来させてください。今日本当にありがとうございました。はいありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。